はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、千葉への移住をおすすめする房総イズムで住宅を作ったり、設計者の集まる飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線の設計現場での学びを共有しています。今の時代に必要な設計者としての考え方や設計実務について考える、ネタを、お話ししています。今日は建築断面ってどう書くのというテーマでお話しします。先日、飲食店の断面図のお話をしましたが、今日は木造住宅の断面図についてです。建築とインテリアでの違いは断面図でよくわかるよねっていう話の続きですよね。まだ聞いてない方はそちらから聞いてもらえるとより理解が深まります。結論は、作り方の断面詳細を知ることで全体の断面図は完成するということです。そりゃそうなんですよね。細かいところを積み重ねていく、要はディテールから全体を見るよっていうような、お話なんですけれども、インテリアデザインをやっているとですね、どうしても建築躯体が邪魔だなって思うことってありません？って思うんですよ。ここに柱がなければね、もっとプラン良くなるのになとか、梁があるから天井デザインがうまくいかないなとか、何かとね、建築躯体の制限を受けるっていうことがあるんですね。で、逆にインテリアデザインに慣れていると、動かせない柱や梁を逆にうまく使ってデザインするっていうのが結構上手になっちゃうんですよねっていうのもあってですね。で、建築設計から検討しているっていうお仕事の場合は、構造設計ももちろんするわけで、それも踏まえてプランを考えていける、いやむしろ考えないといけないってことなんですけれども、それで柱梁といった構造躯体は必要なので、そこも踏まえてインテリアデザインにできるわけなんです。で、その構造設計からってことは、建物の作り方を考えて成り立たせるってことなんで、詳細設計、要は作り方、詳細設計ですよねを知ることがめちゃくちゃ重要だよねってことになるわけです。で、建築断面の考え方をお話しします。今日は、傾斜地の木造住宅っていうのをイメージして説明しますね。これをイメージしながら、本当は図面見ながら説明すればめちゃくちゃ簡単なのに、しょうがないですよね、音声なんで。で、これはね、オープンチャットに、共有しておきますね。で、まずは、地盤と、基礎について考えるんですが、土地形状が建築を建てる上でですね、かなり重要で影響を与えちゃうんですよ。特に崖とか山の傾斜地がある場所だと、当然基礎にもね、段差みたいなものができてくるわけですよ。沿うんで、沿わなくてもいいですけどね。でも杭を立てないといけないかもしれないし、地盤調査した上でですね、設計するわけですよ。で、あと気候も重要ですよね。めっちゃ寒い地区とか、めっちゃ暑くて湿気とかあるとことか、みたいに風で屋根が吹っ飛ぶようなめっちゃ強風なとことか、断熱はするのは当然だとしても、当然でもないのか、断熱する地区もあればしない地区もあるってことですよね。どのようなスペックなものでどのように施工するかっていうのを断面図に落とし込むわけです。で、さらに傾斜地があるとですね、平均 GL っていうのをね、法律的に出さないといけないんですよ。なんじゃいその平均 GL っていうのはって感じですよね。僕も最初そう思いました。なんだこれはって。で、建築の法律って平らなところを基準に作るみたいな感じで定められてるんで、傾斜地に建物を建てるとなると、平らな地面はここだよって決めて基準を作るんです。その地面のラインを GL って言うんですけれども、斜めの地面を真ん中ぐらいはここだよみたいなっていうのが平均 GL って言ってるんですよ。
でそっから法律かかるよねっていう話なんですよね。で次に、基礎とかができれば軸組み木の軸を組んでいくんですけれども、ここで初めてインテリア空間っていう感じで出てくるわけですよ。図面描いてるとね、ここ天井か、ここ窓かみたいな、こんな感じで外見えそうだなみたいな感じでね、建築形状から空間構成が見れて、仕上げや、床とか壁とか、その中身、床下天井裏っていうのをどうやってやっていくのかっていうのを決めていく。空間デザインに関わるメインどこですよね、ここで。これは平面図を見ながら梁の高さとかね、このぶっとさだったら3メートルは飛ぶねとか5メートルは飛ぶねみたいな、飛ぶっていうか柱なく大開口が作れるねみたいなものを考えながら断面図を描いていきます。で、それが屋根形状までちゃんとかけられれば、あとは外壁の作り方とかを決めていけばいいだけです。通気層と言われる湿気を逃す空気の層みたいなものを作ってみたり、断熱材をウレタンの吹き付けにしたり、グラスウール、24キロ入れましょうとか、糖質防水シートっていう湿度通すけど水通さないよみたいなやつを貼ってみたりとか、シートみたいなものを外壁に貼ってみたりとか、その辺はね、いろいろと考え方もやり方もあるんで、もっともっと知りたい方はね、本いっぱい売ってっから、これ読めば分かりますよ。まずはその辺本当に知りたければ勉強ですよね。パッて知りたければ知ってる諸先輩方に聞くなり、こうちゃんがめちゃくちゃ詳しいっすからね、この辺は。僕の相方のこうちゃんに聞けばいいんですよ、僕は。そういう人をね一人見つけておくとめちゃくちゃ楽っすよで本当に木造の本はね本当いっぱいあるんで、飲食店の勉強する本めちゃくちゃ少ないんですよ、それに比べると。だからブログとかでよく聞かれるんで、僕も面倒くさがりなんで、後輩に聞かれるんだったらこのブログ読んどいてみたいな感じで書き始めたんですけど、そうそれで今年の建築知識の2月号は飲食店デザイン研究所が監修した飲食設計の仕方を細かく書いた本が出てるんですよ。飲食店のねインテリアデザインをしようと思っていたら絶対読んどいた方がいいと思いますよ、これ。結構表層的な本、表層的って言ったらめっちゃ怒られますね。要はデザイン的な本、絵とかかっこいい写真とか、それはいろんな雑誌出てますよね。かっこいいな、こんなデザインしたらいいんだろうなとかで、ざっくりした語弊がありますね。断面図とか平面図とか簡易的なものは出てるんですけど、もうめちゃくちゃ実務に沿ってますよ、これ。ゴリゴリの設計実務書を飲食店に書いたと。すごい細かくディテールを書いたわけじゃないですよ。ただざっくりこれ見とくと危ねえなって、これ知らないと危ないなっていうのに気づけるようになると思います、これ知っとくと。なんで絶対ちょっと見てください。 URL 貼っとくんで。これ初めて宣伝するかもしれないですね。っていうかもっと宣伝した方がいいな、これ。知ってもらったらレベルが上がりますからね。で話は戻して、断面図ですけど、あと全体かけたら詳細も気になってくるわけですよね。で基礎と木軸の取り合いはどうなっているんだろうとか、サッシとの取り合いはどうなっているんだろうとか、断面図を描き始めるとそういった細かいところも知っておかないと結局は描けないってことになるんですよ。めちゃくちゃ単線のざっくりした断面図、よく知らないインテリアデザイナーが描いてるような断面図、こんなんじゃ作れねえよみたいな断面図ですよね。衣装はわかるけどねみたいな、それだったらもう本当になんていうんですかね、スケッチアップとかで断面描って寸法入れるのと一緒ですから、いちいち CAD で描く必要もねえよなって感じなんですよ、僕にとっては。でこの辺の参考になる木造断面は本当にオープンチャットにうちのこうちゃんが描いた断面図を
バーンって流すんでオープンチャットの方に僕が書いたわけじゃないんで、まあでもこんぐらいは知っといた方がいいぞっていうことです。でこんぐらいもかけとかないと建築なんてやんなよって感じです。本当に世界に出てって恥ずかしいわって思います。なんでこの辺放送と合わせて読んで見てもらえるととても分かるようになると思うんで、ぜひぜひ見てみてください。今日はね、建築の断面ってどう書くのというテーマでお話ししました。結論は作り方の断面詳細を知ることで全体の断面図は完成するよということでしたが、分かりましたかね。この放送で建築断面が書けるようにはならないけどきっかけにはなると思うんですよ。なるほど、こういうことを知るためにこういうことを知っとかないといけないんだなとか。なのでオープンチャットに流すね断面図見て自分でも一度書いてみるのがいいと思います。いいと思いますが、書いてください。もうこれ聞いてる方は書いてください。書ける方は比べてこういう断面もありますみたいなことをなんかオープンチャットに流してもらうとめっちゃ嬉しいな。できる人がいればですよね。で、作り方の具体的なものは本見てください。住宅のいっぱい本あるんで。飲食店のインテリアデザインの本は、URL 貼っとくので買って学んでみてください。そう、ちなみにねその本を買っても僕には1銭も入んないんで1円も入ってこないんで、これ宣伝とかじゃないですよ。単純にみんなで学んで日本の飲食店とかインテリアデザインのね設計クオリティを上げていこうねみたいな、ただそれだけですからね。みんなで勉強できたら嬉しいなって思っております。最後にちょっとだけお知らせさせてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、非公開の LINE グループに入っていただき、設計者や施工者のやり取りを見て学んで仕事につなげちゃおうねっていう感じでやってます。仕事もバンバン振っていけるようになってほしいですもんね。テストがそんな感じですもんね。設計者として、自ら仕事を取っていきたい方は挑戦する価値あると思います。まずは無料公開されている LINE のオープンチャット、全然動いてませんが、貼っておきますので興味がある方は覗いてみてください。ただ情報なるべく有効な情報を流そうと思ってたり、本当はなんかディスカッションできればいいなとは思ってますが、まずはこんな感じで進めてます。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。